素早く倒せています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はラスボス用装備を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな仕組みでラスボスをすぐに倒せるスピード重視の仕組みにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはラスボスである古代のコアを実験台とするためにゴムの塊で檻を作ってその中に召喚しましょう。そうすると、おっと、古代のコア登場時の爆風で檻の柱が壊れてしまいました。それでも壊れた柱を接着することで古代のコアが閉じ込められて出てこられなくなりました。一撃で倒すために10センチ四方の火薬にタングステンの刃を取り付けて発射してみると、よし、一番硬い第一形態を一撃で破壊できました。これくらい威力があれば大丈夫みたいです。でも反動が強いので、四隅と後ろ側をゴムと軽量プラスチックで囲んで反動を弱めましょう。こちらを発射すると、ほぼ無反動で撃てています。だったら単純にこちらを前後に3つ並べて三連射すればすぐに倒せるんじゃないでしょうか。早速試してみると、おっと、反動で撃ち飛びました。後ろの弾に軽量プラスチックが当たるので無反動にはならないわけです。なので後ろに飛ぶ軽量プラスチックを避けつつ精度のいい射撃を実現するために同じ体積で横に広い火薬に変更してそれをゴムで囲んだものを発射してみると、おっと、さっきは壊れなかったゴムの部品が壊れました。火薬の中心に近くなっているせいですね。もっとゴムの強度を増して壊れないようにしましょう。よし、これなら大丈夫なので試しにこちらを3つ上下に並べてみました。こちらを3発発射すれば一瞬で古代のコアを破壊できるんじゃないでしょうか。早速試してみると、ダメですね。ある程度の発射間隔が必要みたいです。そこで誘爆しない程度に間を空けて前から順番に点火することで古代のコアを倒そうとしてみると、あれ、弾が古代のコアをすり抜けることがあります。多分弾速が速すぎるせいだと思うので、もう少し飛ばすタングステンの刃を大きくしてみました。こちらを発射すると、重さで弾速が遅くなったせいで威力が落ちてしまっています。それでももう少し近づいて撃つと、ちゃんと当たってますし、一撃で倒すことができています。おかげで第3形態まで倒しきりました。仕組みはこれで良さそうなので、あとは最適なタイミングで発射するために、トランジスタとコンデンサ、水晶を利用した好きなタイミングで連射できる仕組みを追加しました。こんな感じの連射速度だとどうでしょうか。早速試してみると、弾が誘爆してますし、第一形態しか倒せません。連射速度が速すぎるみたいです。もっと水晶を追加して連射速度を落としてみましたが、やはり誘爆してしまいます。どうやら火薬の体積が同じでも一辺の長さが長い場合、誘爆する範囲が広くなってうまく発射できなくなることが多くなるみたいです。そこで最初に使っていた10センチ四方の火薬に戻しましょう。この火薬であれば誘爆範囲がかなり狭いので、周りを囲って上側から点火しさえすれば誘爆せずに3発問題なく発射できます。こちらに先ほどと同じ連射のタイミングを調整する部品を追加して電気を流してみると、いい感じに3連射できました。これがうまく当たれば古代のコアも一瞬で倒せるんじゃないでしょうか。早速手に持って撃ってみると、一発目を撃った後、トリガースイッチから手が離れて狙いがずれてしまいました。持ち直して撃つことで古代のコアを破壊することはできましたが、これは持っているものが壊れると起こる現象なので、
エアリングを間に挟んで、その現象を防ぐことで、持った手からずれないようにします。これなら今度こそ、3連発で破壊できるんじゃないでしょうか。こちらを持って古代のコアに近づきながら、撃ってみると、3連発で秒速で破壊できました。でも、これは檻の中の獲物を倒しただけなので、もっと持ちやすいようにグリップを追加して、檻から解き放った古代のコアを攻撃してみましょう。逃げるコアを追いかけて、近くで発射すると、2発目までは当たりますが、3発目は外れてしまいます。そこで、3発目の左側に少し上に向けた弾を追加してみましたが、手に持って発射した時、不発になって意味がありませんでした。だったら、先端にゴムの板を取り付けて、古代のコアを押さえつけながら、弾を当てられるようにします。早速試してみると、おっと、サイドのゴムの板が引っかかって、古代のコアが変な位置で拘束されてしまいました。なので、サイドの板を外してみましたが、この状態でも最後の一発が当たりません。最終形態の古代のコアは上に行こうとするので、最後の弾が一番下の位置から出るのが問題だと思ったので、弾の配置を変えて、最後の弾が最初の弾の左側から出るようにしました。これならどうでしょうか。早速試してみると、いい感じですが、押さえつける位置が悪いと、弾が外れてしまいます。なので、うまくいい感じのところで押さえつけて、発射できるように、何度も挑戦していきます。結構時間がかかりましたが、素早く倒せています。檻から解き放たれた古代のコアも、無事に倒すことができたので、ラスボス用装備は完成です。せっかくなので、最後は実際に古代の要塞に乗り込んで、自分の住処にいる古代のコアを襲撃しましょう。しかし、ここは防衛設備が豊富なので、自爆ドローンが襲ってきて、発射する前のラスボス用装備が壊れてしまいます。それをかいくぐって、ようやく発射できても、失敗してしまいました。なので、邪魔なドローンやロボットのスポーナーを物体削除機能で取り除いたら、改めて挑戦していきます。でも、最初の弾の当たり方によって、第一形態を倒しきれないこともありますし、そもそも弾が当たらないこともあるので、なかなか成功しません。それでも繰り返し挑戦し続けることで、やったー！古代のコアを破壊しました。3発の弾がちょうどいいタイミングで当たって、秒速で破壊されていってます。それでは、ラスボスも素早く倒しきることができたので、スライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた改良型ラスボス用装備さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー